はい、こんにちは。橋本忍です。今日は石膏板の作り方を紹介していこうと思います。僕以前からね、石膏板についてね、何度か話してるんですけど、一個引きなんかをね、するとき、こういうね、石膏板を使って作ります。これむちゃくちゃ使い勝手いいので、本当ぜひね、今日の動画見て試してみてください。作ってでそれ使ってみてください。一個引きむちゃくちゃはかどります。あと一個引きが楽しくなります。そうだな、まあその石膏板の使い方についてはここら辺にちょっと出しておきますんで。僕使ってる石膏板ですね、最初ね結構凝った形をしたのも作っていたんですけど、最終的にやっぱりこれ結構消耗品なんでね、簡単にいっぱい一気に作れるようにと思って、こういうなんていうのこれ、植木鉢皿トレ植木鉢のね下に引くやつです。これ100円ショップなんかに売ってますんで、これをいっぱい買ってきて、ここにねダーッと並べて、そこにどんどん入れて一気に作っていくっていう形にしました。でまあ形状的にもね全然十分です。最初ね昔作ってたのがよいしょ、こういう感じで、まあ見た感じ一緒なんですけど、これは高台がついてるんですよ。ちょっと複雑な形でね。でこれは石膏で割り型作ってたんですけど、これだとねやっぱね一気に大量に作れないし、あと質がちょっとね下手くそで、まだこの頃型の質がね良くなくて、あんまりね良くなかったんで、もう今はねこれでどんどん作ることにしてます。で今日は、このサイズのね石膏板を作っていこうと思います。この間ね石膏の型をコピーするっていう動画で紹介したように、作り方もう一回ね、解説しますね。これが底寸法 21.5 センチって書いてますんで、半径が 10.75 センチメートルですね。でこれここに石膏を入れていくんで、まあ円柱ですね。円柱の体積の求め方はV イコールパイ R 事乗 H ですね。はい。V イコールパイ R 事乗 H。V は、体積ですね。で、パイは 3.14。R は半径です。H は高さ。なので、今回作るのは、10.75 の事乗かける高さ。今回高さ4センチにします。4センチ。かける、3.14。円周率。で、さっきもう計算しました。計算したのが、小数点以下は丸めてあるので、1438立方センチメートルっていう体積ですね。はい。で、じゃあこれに使う石膏の量はっていうと 1438g、 そのままでいきます。で 1438g に対して、これは 74% です。混水率が 74%。わかんなくなってきた。74% の混水率ですので、1438×0.74 で、1064g の水です。で、もう用意してあります。はい。これですね。1438g の石膏と 1064g の水です。水は冷水を使ってください。石膏の型を作るとき、大事なのはやっぱ水平ですね。水平取れてないと厚みがねムラになっちゃうので、それで僕はねこれ
この道具をねちょっと作って、これでいつもね水平取るようにしてます。ここのね建物がもう古い建物なんで、もう水平に確信がないです。床の水平に。でもちろん机もそうだし、水平にね確信がないので、こういうのを作って、これだけね、これの上でやります。これねこれもね前動画で紹介したことがあるので、これもここら辺に出しておきます。で、この 3点でね、立ってるので、そこに、ガラス板を置いて、そして水平器でねちゃんと水平を測ります。この足がね伸び縮みするようになってるので、これでこの3点のね足の長さを調整して、足の高さをね調整して水平を取ります。よし。水平取るときはね一応いろんな場所で取るように確認するようにしましょう。よし、 OK。 これここに置いて、もうここに流すだけです。そして、水と粉ですね。よし、そしたらねこの水、ここに石膏を入れていきます。パラパラパラと。これは焦んないで大丈夫です。石膏のね扱いやっぱちょっと億劫だと思うんですよね、皆さんね。でもねやってみると意外とできますから、もしね今までねちょっと億劫でね手出したことないっていう人いたらね、ちょっとやってみたらいいと思います。ね、いろんなもの作って、石膏でね自分で好きな型作るとね、いろいろ制作の幅が広がりますから。あと石膏と水の量ですね。これはその石膏のね説明書なり石膏のメーカーのホームページなり行ったら出てますんで、それに従ってやるといいと思います。ネットで調べるとねいろんなこと書いてるんですけど、それってその人が使ってる石膏の混水量に関して言ってるだけなので、石膏によってね全部違うので、そこはちゃんとね確認した方がいいです。あとこの体積をねちゃんと計算しておけばそんなに余ったりとかねしないので、汚れが少ないですね。汚れとかゴミが少なくて済むんでね、ちゃんとある程度その体積を計算してやるといいと思います。はい、全部入りました。ここで、タバコ1本分休みます。石膏型はねやっぱすごいよく使います。作品作る上でね、やっぱり石膏型あるとねいろいろ幅が広がっていいと思います。これね全部作品に使う石膏型ですね。もちろん古いのもあるんですよね。の中には結構複雑な形したものとかもあるんですけど、やっぱりね石膏型あるとすごくいいです。さあそろそろいいかな。よし、そしたらですね、タバコ1本分ぐらい放置したので、これ混ぜていきます。混ぜる時はこういうね丸い棒使ったらいいかと思います。お玉とか手とかっていうのもいいんですけど、お玉だとちょっと波が立ちすぎて泡立っちゃう可能性あるんですね。泡立つとその泡がね入れた時にそのまんま入っちゃって空気の入った石膏になります。あと手だとせっかく冷水なのにちょっと温まっちゃうっていうことがあります。それはね実際にどれぐらい影響あるかっていうのはちょっとね分かんないんですけど、一応ねやっぱり冷水で作れって言われてるんで冷水で作ります。でこの丸い棒で混ぜることであんまり泡立たないと、はい、これでゆっくり一定のスピードで混ぜていきます。で石膏はねこれあんまり混ぜないと
やっぱ弱い石膏になるらしいですね。でよく混ぜればちゃんと硬度のある、硬度って硬い度合いですね、硬度と強度のある石膏になるようです。この石膏のね作り方もやっぱりね人それぞれいろんなやり方あってね、もう手でガンガンいく人とかもねいるし、まあいろいろなんですけどね、僕はこんな感じで一応基本に忠実な感じでやってると思ってます。独自のねやり方でやってどれぐらい質の違う石膏が出来上がるかっていうのはね検証したことがないのでね何とも言えないんですけどね。よし、だいぶいいと思います。これまあ回数とかもあるし、やってるとねなんか分かりますねこの硬さがねだんだん出てくるので、そしたらこれ流していきます。流す時もジャボっといかないでこのね棒を伝って入れるようにするとあんまり泡立たなくていいですね。いい感じです。そしたらねここでねこのマッサージ機、これをバイブレーターにするんですね。そこに入れて振動を与えます。これでね結構泡が空気がね上がってくるんですね。よし、そしたらあとはこのまま放置です。20分30分放置して取り出してみましょう。はい、というわけで30分ぐらい経ったのかな。30分ぐらい経って、今ねほんのりあったかい感じですね。石膏はね固まる時に一回発熱します。でそれが冷めてきたらもう硬くなってきますんで、今まあそのピークから下がってきたぐらいかな。でもう大丈夫だと思います。じゃあねこれ取っていきます。これはもう簡単です。もうプラスチックなんでね簡単にカポッと取れます。一応板の上に置いておっとちょっとガラスの上怖いなよし、ここでほらよし、はい、OK です。あ、シールついてるほらピカピカ、ツルツルピカピカです。まあでも大事なのはこっちの面なんだけど、こっちの面はちょっと荒れてます。これは、サンドペーパーでね慣らしてやればいいです。ちょっとボコボコってあったとしてもサンドペーパーで慣らしてやれば問題ないです。であと角をねちょっと丸めてやって、やっぱ角尖ってるとかけやすいので角は、丸めてやります。これも全部サンドペーパーでいいですね、こんな感じで石膏板出来上がりました。でねさっきも言ったけどあれさっき言ったっけどうだっけ忘れちゃった。今回はね石膏板なんでこういうの使ったんですけど、プラスチックのね容器とかあと洗面器なんかたらいとかそういうのでボールでもいいです。丸いやつとかね
に入れて作ればそういう丸い型できますんで、まあ簡単にね作れるんで、まあ一度お試しください。やったことない人は一度お試しください。はい、よし、じゃあ今日はこんなところで終わろうと思います。ありがとうございます。じゃあまた次の動画楽しみにしていてください。バイバイ。